うん、そうだな。やらねばならん。うん。ハニー、お帰りなさいまし。クオン様とのお話はもういいんですの？さすがお頭。クオン様のことたくさん分かっていらっしゃるんですね。越前の様子はどうなってるんでしょうね。それにオダにも。お市様、ご無事かな。大丈夫ですよ。浅井家棟梁の誠様は類いまれなる武士であり、家中にも海宝、磯野、赤尾などの強者が多く、団結力もある。今のところ鬼に負ける要素など皆無です。ですがご詰めがいなければ戦線の維持もいつかは限界が来てしまいますわよ。さすが近江の麒麟児、鋭い戦略眼ですね。武士として当然のことですわ。梅さんがおっしゃったように、小谷の城は今はまだ大丈夫かもしれませんが、我らの行動が遅ければ持たないかもしれないってことだね。お頭、早く上洛してお市様を助けに行きましょうよ。おう小僧、観音寺攻めでも大活躍だったな。別になんでもねえよ。なこだねえよ。観音寺攻めではわしの勝ちだ。三好、松永との喧嘩では気張ってみせろや。うっせえよ。あんま偉そうに言うなよ、母。次は絶対負けねえからな。やれるもんならやってみ。さすが生まれついての戦闘民族。森家とはもしや修羅界から派遣された鬼の一族なのでは。触らぬ森にたたりなしですね。
何ですのこの野蛮な方は。梅のくせにボタンなんですから、もう。んだこらー！なんですの、うるさいですわね。まったく、天平とまで称される織田の美々しき軍勢の中に、これほど野蛮な兵卒がいるとは、美しくありませんわね。誰が兵卒だ！ああ、やんのかこら！いつでもやってんぞこら！野人のチンクシャが何を吠えているのやら。さっさとご自分の隊にお戻りなさいな。殺す。何をなさいますのこのチンクシャ。おいこら、俺のことをからかっていいのはクオン様とケンスケと母だけだ。次行ったらマジでその首刈り取るぞ。わかったかこのチョロギ女。ちょろなんだ、髪にちょろぎつけまくってるチョロギ女、何か文句あんのかこら。この可愛らしい巻紙をよくもチョロギ扱いしましたわね。許しませんわ。やんのかこら。ですけどハニー、仕方ありませんわ。ハニーがそこまでおっしゃるなら顧問いたしますわ。おいガモチョロギ、なんですのチンクシャ。てめえ絶対いつか決着つけてやんよ。それまで死ぬんじゃねえぞ。てめえの首を刈り取るのは俺なんだからな。なんだったら今すぐ決着をつけて差し上げますわよ。まあ私の勝ちは決まっておりますけれど。んだと？つまんねえ。俺は戻るぜ。クソガキも良い喧嘩友達を見つけおったな。命を的にぶつかり合う、これを友と呼ばずして何というのだ。なんじゃつまらん人生だな。さて喧嘩もないならこんなところにいても暇なだけだ。わしも戻るぞ。小僧もな。分かった。さすが森の若棟梁、迫力がすごかったですね。我ら凡人とは人種が違う、そう感じましたが、一人だけ対抗できる人がいましたね、うちの隊にも。それは確かにそうですけど、一歩間違えると血の雨が降っていたかと思うとゾッとしますね。
何かすごく急いでいるようですけど、何かあったのかな？確認してきましょうか？どうやらその呼び出しが来たようですよ。本陣にてクオン様がお呼びですよ。都への梅雨払いに出ていた麦穂様とひなから早馬が到着したらしいんです。それが早馬からの報告を受けたクオン様がすぐに健介様を呼んでくれって。だからどんな知らせなのかわからないんですよね。さて、わかりましたわ、兄。承知。十中八九。しかし良い知らせなのか悪い知らせなのか、それがわからなければ推測もできませんが、良い知らせとして考えられるのは三好松永党の撤退はありえないとして何があるでしょう。悪い知らせとして考えられるのは三好松永党の暴発、そして二条館の襲撃。健介どうしたの？落ち着け健介。返事は返事であるが予想だにしなかったという点での返事だ。血生臭いものではない。だが安心はできん。血生臭くはないがうさんくさい返事だからな。実はな、松永壇上正室が降伏を申し出てきたらしい。そうだ。だから予想だにしなかった返事が起こったと言ったのだ。麦穂も同じらしくてな。降伏の理由を聞くためにもすぐに来てくれと言ってきた。松永の策略だとでも？なるほどな。しかし大丈夫だ。使い番は麦穂子飼いのものだ。美月も確認している。よって我と美月、エーリカで先行するのだが、健介に護衛を頼みたい。健介、
状況が混迷してきている。またお前の力を借りることになるやもしれん。すまぬ。ありがとう。ちょっと、何を。食べてはいるが。やれやれ、お呼びにより参上と報告しようと思ったら、何をむつみ合っておるのだか。みつき。仲良きことは構わんが、進化としては目のやりどころに困ってかなわんぞ。本陣に呼ばれたのではないのですか？それは構いませんが、何かあったのですか？また戻らなくちゃなの。別に怒ってないの。あれ、お頭、早いお戻りですね。しのちゃん、まりちゃん、おかえり。ただいまです。おかえりなさい。で、健介様、一体何があったんです？松永なんとかさんって敵の親玉じゃないですか。松永壇上消失は希代の策謀家と聞いております。大丈夫なんですの、ハニー？どういう理由で戦いもせずに降伏するのか、そこが気になりますね。織田家が怖くなったとか、三好の人たちにいじめられてとかもありなの。戦うのが嫌になったって可能性もありますよね。何をおバカなことを言ってますの。松永壇上消失は勝つためならば卑怯な手も使いますが、その根には武士としての誇りがございます。怖くなったとか、戦うのが嫌になったとか、いじめに屈したなんてことあるはずがございませんわ。武士の嘘は武略、卑怯なのも策略や謀略という勝つための一手。そもそも卑怯な手なんていう言葉は、その手に引っかかった相手の情けない負け惜しみであり、犬の遠吠えでしかありませんわ。少し違いますわね。何と言いますでしょうか。そう、壇上消失は己の信念に従うという武士の誇りを持っているというのが正しいと思いますわ。その信念の目指すところが勝利なのか、はたまた潔さなのか、生き残るということなのか、
それは人それぞれですからしかとは分かりませんけれど、その信念に従って精一杯に生きることこそ武士の誇りというものですわ。真意は分かりません。ですが根底にそういったものがあると私は睨んでおりますわ。御意。でハニー、健介隊の動きはどうなさいますの？了解です。きっとお守りしてご覧に入れますよ。おそばに。御意。いた場合は承知。では速やかに処理に向かいます。了解しましたわ、ハニー。あの二人には松平衆の引率を頼んでいますから。はい、ご無沙汰しております、健介様。しかし私ごときにやすやすとお声掛けくださるなんて。相変わらずのナンパのお振る舞いにこのかよ感服いたしております。冗談です。ごめんなさい。はい、我ら松平家は立ち会いという立場になります。しかし相手はあの松永壇上正室。何があるか分かりませんので。いえ、大丈夫です。葵様は私一人で十分お守りすることはできますから。ええ、かよに任せておりますれば、こなみは健介様がお使いくださいませ。まあ健介、滞りなくな。三若率いるホロ衆も配置についた。守りは万全だが、軍勢は軍勢にしか対応できねえかな。健介、クオン様の守りはお前が頼りなんだ。頼むぞ。で、貴様の隊の配置はどうなっておる？シノ、もしもの場合はシノの軍略に頼ることになる。しかと頼む。承知いたしました。状況把握に努め、事ある時は素早く対応いたしましょう。
では頼む。休憩は終わりだ。進軍するぞ。全軍駆け足。松永壇上正室様をお連れいたしました。おう、これは主要な者どもが勢ぞろいか。苦労であるな。お黙りなさい。あなたはもはや交渉であることを忘れないように。米五郎座はなかなかに手厳しい。恐れ入る。よい、座れ。では甘えようぞ。まずは接見の機会を与えていただき、深くお礼言状をつかまつる織田上総介殿。貴様が松永壇上正室か。いかにも。三好家の火災、いやさ織田衆にとっては三人衆と語り、機内の覇権を手に入れんと公方に立てつく大謀本人といった方が意に添い申そう。大和市議山城主松永壇上正室久秀、通称白百合、見知りおき願おう。であるか。松永壇上正室は坂本城に進駐しておりました我らのところへ手勢50ほどとともにやってまいりました。陣笠を掲げておりましたので話を聞いたところ、織田に神戸を垂れたいとの話を聞き、我に早馬を出したというわけか。よい。おいフクロウ、何を考えているか皆言え。家とはまた言葉の刃が鋭いの。なかなかな小娘であるな。無礼な。オーケー。しかし。よい、下がれ五郎座。は。で、我に思うところあり、三好と手を切り上総介殿を頼る決意をいたした。信じろと。しかり上総介殿とて三好松永党と戦うよりも三好のみの方が組みしやすかろう。織田松平の連合の兵は三好松永よりも多い。別に大して変わらんが、上洛のみならば上総介殿の言まさに正論だが、織田にそして越前を思うならばどうだ。貴様アホか。河内のへっぽこ武士に負けるほど尾張兵は鈍っておらんわ。そうだそうだ、いくら尾張衆が弱兵揃いだからって今は美濃とか三河の兵がいるんだからな。
髪型のボンボリ野郎になんか負けるかってんだ。若菜ちん、それ微妙に自慢になってないから。さようか。なら好きにせえ。壇上消失。はっ。何があった？いや、そこではなかろう。何かしら三好がこやつの気に入らんことをしでかしたのではないか？うん。どうだ、フクロウ。織田の小せがれはうつけと聞いていたが、世間のスズメに惑わされていたのは自身であったようだな。そうか。認識を改められてよかったではないか。確かに。鬼との戦を決意された織田上総介様に松永壇上消失、謹んで権上つかまつる。受けよ三好三人衆下道に落ち申した。下道？は、あれは織田衆が観音寺を攻め落とした日、我らは昇龍寺に参集し交戦の準備をしておった。そこに一人若さから若い占い師が参ったのだ。お目通りが叶い、強越至極に存じ奉りまする。はっ、この薬を飲めば誰もが腕力強く大岩を砕き、早きこと一刻百里をかける。我が若さに伝わるかの生命が発明せし妙薬。応仁の乱を避け若さに避難していたとはいえ、我らも元は都の住人。三好様が都を手に入れた暁には、ぜひとも我ら若さの衆をお使いいただければと。お褒めに預かり光栄の至り。3000もでございますか？いえいえ、3000お安いご用でございまする。必要あらず。御意。三好様が御所に入られた暁には、贅沢は申しませぬ。吉野の一村を頂戴できれば、我ら若さの衆、命を賭して三好様にお仕えいたしましょう。承った。望むところでございます。その後、怪しげな眼薬を占い師が運び込むところまでは確認したのだがな。己の力で戦わず、わけのわからん薬に頼るような外道と共に歩くことはできん。早々に引き上げて今に至る次第であるか。
そんな。損ない人、どうかしたか？たとえ敵対するとはいえ、その眼薬はおそらく人を鬼と化す悪魔の薬。捨て置くことなどできません。何？鬼だと？しかり腕力強く大岩を砕き、早きこと一刻百里をかけるなど鬼と化さなければできぬこと。クオン様、今すぐにでも都に入り、三好兵が鬼と化すことを止めましょう。落ち着け。これが落ち着いてなど。我が言葉を聞け。焦る気持ちはわかる。優しき心を持つ貴様のことだ。たとえ敵とはいえ、人が鬼と化すことに強い憤りを覚えているのであろう。だがな、金冠、三好の兵はもはや手遅れだ。聡明な貴様ならばその事実分かっていることであろう。それは。はい。壇上消失。はっ。以降我が手足となって働け。御意。殿、こやつの投稿を本気で受け入れるおつもりですか？それはあまりにも危険。松永壇上消失といえば、ブスさえも恥ずかしくなって身を隠すほどに強力な毒を持つ恐竜。今後のことを考えれば、今ここで囲を立っておくが上策かと思います。だそうだぞ、フクロウ。何を笑うか。これが笑わずにお礼でか。鬼柴田、米五郎座などと大層な二つ名で呼ばれておりながら、何やら臆病千万な物言い。この壇上消失、思わず腹がよじれたわ。なんだと？いくら大気の主君とて間違いは犯すもの。主が大きな間違いを犯そうとしたならば、たとえ臆病のそしりを受けようとも止めるのが真の務め。あなたに笑われる言われはありません。なるほどなるほど。資源もっとも。しかし己が主君を大気と信じるならば、毒の一つや二つ腹中に置く程度でうろたえるのは少子千万なり。言わせておけば。聞け。そも今の日の本の現状を見よ。鬼という異形の病火に苛まれ苦しんでおる状況だ。そんな日の本を回遊するためには、少々の毒を心中に含んで薬となす、その勇気が必要だと思わんか？いけしゃあしゃあと。オッケー。しかし殿。オッケー。壇上消失。はっ。裏切りたければ裏切ればよい。その時は弓矢でもって貴様を成敗してやろう。だが誠に日の本のことを大事に思うならば、その力しばし我に貸せ。御意。松永壇上消失久秀、不釈神妙の覚悟で織田殿に寄り気いたそう。許す。はっ。麦穂、白百合は貴様に預ける。御意。これにて松永の一件は落着する。健介、我は後続を待って体制を整える。だが白百合が織田に下ったとなれば、頼む。つなぎはそうだ、
我もできる限り早く体制を整えるつもりだが、今しばらく時間がかかる。危険な任務だが頼む。なんとかカズハたちを守ってやってくれ。すまぬ。ありがとう、健介。ああ、エリカ、貴様も健介と共に行け。連れて行く兵以外は私が預かっておこう。ありがとうございます。ではおのおのそれぞれの席を果たせ。はっ。おお、底な偉人殿よ。はい、なんでございましょう。貴殿は何やら鬼に思うところ強きように見えるゆえ、これを信ぜよう。調べてみてはいかん。これは三好とたもとを分かつ時にくすねてきた例の丸薬よ。服用するつもりもないが、後で調べようと思っていたのだ。だがお主に因縁があるのならば、渡しておけば何かの役に立つであろう。ではこの中に入っているのが占い師が献上したという薬なのですね。どのような成分なのか、どのような効き目があるのか、この目で見たわけではないがな。ありがとうございます。調べてみましょう。